はいどうも、そのさんチャンネル、そのさんです。ということで、今回は、これとこれがこうなったらすごくいい商品ですよねというものをご紹介しようかなと思います。一体何と何がどうなるのか気になりますが、早速なんですけれども、ものをご覧いただこうかと思います。それが、こちらですね。ジュリエリムというメーカーさんのテールライトになります。じゃあこのテールライト、一体何と何がどうなった商品なのかというと、なんとこれテールライトと防犯アラーム機能が一つになった商品なんですね。ありがとうございます。おめでとうございます。自転車を趣味にしているとやっぱり怖いのが事故と盗難なんですよね。とかく盗難となると、ふとある日自分の大切な愛車が忽然と姿を消すんですね。そうなったら皆さんどうですか？もう頭の中真っ白、お酒真っ暗、膝はガタガタ震えますから。そんな不安を全部取り払ってくれるというわけではないんですが、不安の一端を担ってくれるのがこちらの商品なんですね。で、私も実際に使っていじってみて、結論から言うとこれね、すごくいい商品だなって思いました。ちょっと単純な感想で申し訳ないんですけど後で映像でもご覧いただくんですが、なんか負けた感じがしたんですよね何がそんなに良かったかっていうと、まずはやはり防犯アラームの性能なんですね。このぐらいの振動でこの程度の衝撃で感知するのっていうぐらい、ちょっとびっくりするぐらいね、精度が高かったんですね。なんでこれはもう安心できるよなっていうのが、ちょっとびっくりしました。それからこのテールライト自体に防犯アラームが組み込まれているという点なんですね。テールライトって自転車を購入した時に初期装備ではついてこないじゃないですか。後に自分で買い足すことになるんですが、ライト関係は一回取り付けてしまうともうつけっぱなしにするような基本装備になると思います。そんな基本装備が防犯の一端を担ってくれるんだって考えると、これ単純にありがたいんですよねでは、そんな素敵な商品の革新に迫っていく前に、ババッとパッケージ内容をご紹介しようかなと思います。一気にいきますよ。まずはテールライト本体、そして本体を操作するためのリモコン、自転車へ取り付けるための各種マウントパーツ、本体充電用の USB ケーブル、これはタイプ C のものになります。最後に取扱説明書。以上がパッケージ内容になります。さて、お待たせしました。お待たせしすぎたかもしれません実際に防犯アラームがどんな感じなのかっていうのが皆様一番気になるところだと思いますので、細かい操作方法は一旦置いておいて、ざっくりご覧いただこうかと思います。こちらがテールライト本体になります。今は防犯アラームをオフにしている状態ですね。それでは付属のこちらのリモコンを使って防犯アラームをまずオンにしていきますね。このタタタン、タンと2段階に音が鳴りましたら、今、防犯アラームがオンになっている状態です。ここで衝撃を与えていきましょう。今、ブザーが鳴りましたね。このブザーが鳴ってから一定時間の間、追加の衝撃などがなければ、一旦おしまいになります。で、もういけるかな？もういけるかなこのブザーが鳴って一定時間以内に追加の振動や衝撃があると、こんな感じでアラームが鳴り続けるという仕様になっています。で、ちょっと止めますね。やかましいんでアラームの音量自体を調整することができるので、今は家の中でやっているので一番小さい音にしているんですが、状況に合わせて大きな音にも変更することは可能です。ただこの映像だけだとちょっと面白みがないと思いましたので私独自にこの防犯アラームの実証実験というのをやってきました。映像でご覧ください。どうぞ。さあ、ということでこちらの防犯アラーム機能の実証実験ということで、公園の方にやってきました。ここで、実験していこうかなと思うんですが、その前にリモコンの操作方法ですねを簡単にご紹介しようかなと思います。ではこちらリモコンの操作方法なんですが、一番上のこの鍵のマークですね、これを押すと防犯アラームがオンの状態になります。で、2つ目のこの鍵が開いているようなマーク、これを押すと
防犯アラームがオフの状態になります。解除されている状態ですね。で3つ目のこの雷のようなボタンを押すと、こうやってテールライトが点滅し始めます。テールライトの説明に関してはまた後ほどやります。で4つ目、このベルのようなボタン、これを押すとアラームが鳴るんですね。これに関しては自分のロードバイクどこに置いたかわからない時なんかに押す、呼び出しボタンのようなものになるとは思います。ただロードバイクね、どこに置いたか忘れるってなかなかないとは思うので、日常でこの4つ目のベルボタンは使うことは少ないかなとは思いますね。さあ、では実際に実験していこうかと思うんですが、実験内容としては私がこの自転車に鍵をかけます。実際に鍵壊すわけにはいかないので、20ロックぐらいにして外すのがちょっと面倒くさいなという状態を作り、防犯アラームこれをオンにします。で、私は犯人役ということで極力振動を与えないように慎重に鍵を全部外して自転車を向こうに持っていけるかというのをやってみようかと思います。実際の犯人はこのテールライトに防犯アラームがついているというのを知らなければガッて一気に行くとは思うんですけれども、そこはちょっとハードル高めてねやろうと思います。じゃあやりましょう。今のはちゃうねん。もう一回やして。攻めあぐねるな。おい、腹立つー。腹立つ。これ泣きの1回です。ヘルメット外すわ。ここなんだよね。この U 字ロックが絶対になんか知らん、もうやる最後までやる。はい、ということで、全戦全敗でしたねもうちょっとうまくできるかなと思ったんですけどね、私が不器用なんでしょうか実際に鍵を壊そうと思うともっと振動生まれると思うので、防犯アラームは絶対作動するだろうというふうに思えば、単純に心強い、性能だなというふうに思います。その他にもこの防犯アラーム、頭のいいというか賢いところがあって感度調整っていうのができるんですよ。で3段階に調整ができるので、自然でこういうね風にちょっと揺れて動くとかそういうものでは作動せずに、実際鍵を壊す時にグッと起こるアクションにだけ、作動するっていう風に調整ができるみたいなんですね。なのでシチュエーションを選べるっていうのを考えるとこれはすごく頭がいいなという風に思いました。その他にも、音量の調整っていうのができるみたいなんですよ。爆音なら何でもいいのかというと、そういうわけじゃなくて、市街地を走るのか山の中を走るのかによっては、音量も多少ね気を使いたいっていう瞬間はあるんですが、それにも対応してくれるというね、総じて性能と頭のいい、防犯アラーム機能だなというふうに思いましたね。何なんでしょうこのちょっと負けた感いいことなんですけどねでは次にこのテールライト自体の性能の方も見ていこうかと思います。
はい、ではライトの性能をご説明しようかと思います。ちょっと私がソロライダーなので走りながらテールライトの撮影というのが難しかったので、ちょっとちょうどいい公園を見つけて停車した状態で撮影をしています。ライトの性能自体はすごくシンプルでして、操作方法は付属のリモコンか、本体の上部にボタンがあってそれを押して操作することになります。一度消しますね。ボタンを1回押すとこんな感じで点滅のモードになります。そしてもう一度押すとフェードインフェードアウトのようなゆっくりとした点滅ですね。でもう一度押すとこんな感じでストロボのような高速点滅になります。でもう一度押したら常時点灯ですね。でこの常時点灯のところからもう一度押すと消灯になります。性能としてはこれで全てになります。光の強さの調整であったり、あとライト特有のセンサーですね。減速した時に光がちょっと強くなったりとか、あと暗いところに入ったら自動で点灯されるというような、特にセンサーは何も組み込まれていないものになります。どちらかというと防犯アラームのセンサーの方に力を大きく振ってライトの性能自体はシンプルに仕上げたというイメージですね。ただ特徴的なのがこの何て言うんでしょう、光源っていうんですかね。これが自動車のバックライトと同品質のものを使われているそうなので、思ってる以上に結構遠くまで認識できる光なんですね。だいたい80メートルから100メートルくらいまでは認識ができるそうです。あとこれ個人的な感想なんですけど、自動車のバックライトって、今までの人生でもう見続けているものなんですよね。なんで認識しやすい光っていう感じがするんですよね。この光は注意しないといけない光だなというふうに直感的に思えるなという感じがします。これ個人的な感想なんですけどあとこの後ろに光が飛ぶのは当然のことながら、回り込んでみるとこうやってサイドにもですね、あと上下にも光が出ているんですね。これ光が漏れてしまっているというわけではなくて、狙ってこういう作りをされているみたいです。これによって多角的な角度からもですね認識をしてもらいやすいというのがあるんですね。これは安全面を考えたら、ありがたい性能ですよね。総じていいアイテムだなと思うんですが、1点気になるところがありましたので、そちらをちょっとお話ししようかなと思います。それではスタジオへお返しします。どこがスタジオやねん、思いっきり自宅ですでは私がちょっと気になった点というのをお話ししようかなと思います。この商品なんですけれども、自転車に取り付けるものが大きく2つあります。1つはテールライト本体ですね。あとはそれを操作するためのリモコンを自転車にそれぞれ、マウントする、取り付けることになるんですが、ちょっとそこに癖があるんですね。まずリモコンの取り付けをご覧いただこうかと思います。ではリモコンの取り付けなんですが、この台座に今乗っかっている状態なので、ちょっと外していきますね。取り付けがしやすいように。でこの台座、ここがね円のようになっているので、それを置いて任意の場所で固定していくんですが、エアローハンドルのようなちょっとね特殊な形状をしている場合は取り付けが難しい場合もありますので、そこは注意していただければと思います。でこの辺かなという場所が決まりましたら、付属してあるこの結束バンドで固定をしていきます。台座のここにね穴がありますので、穴にこれを通してで固定をしていきます。結束バンドで留めることにはなるので、1回留めてしまうと、次外す時にはやはり切らないといけないです。結束バンドを、結束バンド自体は100均なんかでもね大量に売られているので、頻繁に場所を変える可能性がある方は100均で先にね結束バンド買っておくのもいいのかなと思います。一旦本締めする前にリモコンつけて、握ってる感とか操作しやす感を考えて、場所が決まりましたらこれを本締めしていきますね。いらない部分をハサミで切っていきます。これでリモコンの取り付けは完了です。
こんな感じで、リモコンの取り付けに関しては完全に結束バンドを使うことになるんですね。で、次に本体の取り付けなんですが、サドルに取り付けるか、シートポストに取り付けるか、シートステーに取り付けるか、もしくはサドルバッグ、なんかバッグ関係に取り付けるかということになります。で、サドルに直接取り付ける場合、こちらのパーツを使うことになるんですけれども、このパーツ自体も最終的には結束バンドで取り付けることになるので、サドルバッグをよく使われる方ですね、その場合このパーツがサドルバッグに干渉してしまってバッグを取り付けることがちょっと難しくなってしまうんですよ。で、私もよくサドルバッグは取り付けるので、私と同じようなサドルバッグよく愛用される方はこのパーツを取り付けるのはちょっと控えた方がいいかなというふうには思いました。で、次にシートポスト、シートステーなんかにね、巻きつけるゴムバンドが付属されているんですが、このゴムバンドが若干ちょっと短く感じるんですね。映像をご覧いただきながらちょっとお話しするんですが、エントリーモデルなんかでよく採用されている正円の丸い円柱のね、シートポストの場合は難なく取り付けることが可能なんですけれども、エアロロードバイクなんかでよくあります楕円というかちょっと細長いシートポストの場合はこのゴムバンドの長さが若干足りない可能性があるんですよね。まあシートポストの形状はそれぞれちょっと違うので全部が全部とは言えないんですけれども、もし取り付けが難しい場合はもう無難にこのシートステーの方に取り付けてしまった方がいいのかなと思いました。それとですね、このサドルバッグを愛用される方なんですけれども、こういう風にライトがつくのではなくてこっち向きでつくことになります。まあ縦横に関してはどちらでも普通に、性能変わらず使うことができるので、まあそこはあまり気にしなくてもいいのかなっていうところですね。まあここが私の今回唯一気になった点でした。ということで、そろそろまとめましょう。さあまとめです。今回はジュリエリムというメーカーさんの防犯アラーム付きテールライト、こちらをご紹介させていただきました。正直ここまで防犯アラームの精度が高いと気になるのはお値段なんですね。それなりにするんじゃないかなと思うんですが、お値段なんとこちらですこれね結構破格だと思うんですよね。マウントに関しては確かに一癖あったんですけれども、それを加味してもこれだけ感度のいいアラームがついてこの値段っていうのは結構やってるなって思うんですよね最終的な結論としては特に初心者の方は今回の商品ですね購入をご検討いただきたいなと思いました。というのもベテランの方なんかは盗難被害に遭いにくい方法っていうのを熟知されているかと思うんですが、初心者の方はこれからどんどんサイクリングを楽しんでいこうという第一歩を踏み出された方だと思います。盗難対策に対してもあまり熟知されているっていう方は多くはないと思うんですね。そんな時にパッと盗難被害に遭って愛車が忽然と消えてしまったら、自転車を購入したことに対してもなんかいい思い出じゃないと、そうなってしまう可能性が私はすごく嫌なんですよね。自転車っていうのは本当に楽しくて本当に素敵な趣味だと私は思いますので、なので今回ご紹介できた商品のように常日頃から取り付けているものがある程度の防犯を担ってくれるっていうのは本当にね素敵だなと思うんですね。初心者の方のみならず、ご購入をご検討していただければと思います。商品が購入できる URL というのは概要欄の方に貼っておくようにいたします。私が説明しきれなかったいい部分というのは他にもねたくさんありますので、そちらもご覧いただきご購入をご検討いただければ幸いです。で終わろうかと思ったんですが、最後に注意喚起をさせてください。今回ご紹介したような防犯グッズであったり鍵をしっかりグッとかけたとしても盗難を 100% 防ぐことはできません。これは断言しておきます。以前私も盗難について動画を投稿したことがあるんですが、この世の中にはロードバイクを専門的に狙うプロの窃盗団というのが存在しているそうなんですね。なのでどんだけ対策をしてももう 100% 大丈夫とは言えない世界
なんですよ。ただ怯えすぎていてもね、楽しくはありませんので、しっかり盗難対策というのをしつつ、常日頃から自分の自転車は狙われているんだっていうのをどこか心の片隅に置いた上で、思いっきりサイクリングを楽しんでいただければと思います。ということで今回はこれくらいかな。以上、それではまたお会いしましょう。バイバイ。